ネットにはびこる伝説のクリエイターに憧れるあまり、編集ソフトもろくに使えないくせにクリエイター気取りの諸君、おはようである。クロスアートクリエイターのライドレックスです。今回は、クリエイターを目指す若者たちに、おすすめしたい編集ソフトの紹介である。これは案件動画ではない。ライドレックスが普段使用しているソフトの紹介である。クリエイターになりたいけど編集ソフトの種類が多すぎてどれを選んだらよいのかわからない人たちのために、この動画を作ることにしたのである。諸君がクリエイターとして就職したり、フリーランスとして個人で作品を作っていきたいと考えているのであれば、最低限、パソコンと編集ソフトが必要である。これに異論はあるまい。諸君が目指している職業とは、ゲームクリエイターとか、アニメーター、イラストレーター、ボカロ P であるはずだ。そうであると仮定して話を続けよう。もし仮に、画家を目指しているなら、大きなキャンバスに絵の具で描きなさい。クラシック専門の作曲家になりたいなら、ピアノを買ってきて練習しなさい。諸君はそうではあるまい。諸君はアニメスタイルの美少女が登場する作品しか興味ないだろうからな。今や画用紙の水張り方法すら知らない人だらけだそうじゃないか。どんだけ退化するんだよ。わずか十数年で絵の具の使い方も忘れる人類なんて存在価値ないぞ。まるで幼稚園だ。そういうわけで、そろそろ幼稚園を卒業したくなった白髪混じりの諸君におすすめの編集ソフトがあるのだ。それがクリエイター3種の神器である。この3種の神器さえ使いこなせたら、ゲームソフトだろうがアニメ映画だろうが音楽だろうが自由自在に作ることができるのである。この3種はライドレックスが提唱している3種類であるから、他のクリエイターは別のソフトを推奨するかもしれない。しかしながら、ライドレックスより貧乏な諸君は、無料で使用できるソフトしか使えないだろうから、無料のものを優先してある。では早速その3種の神器を発表しよう。1、ブレンダー。2、アンリアルエンジン。3、スタジオ1である。この3種類はゲーム会社や映像制作会社に就職を希望しているなら必須と言えよう。プロなら使えて当たり前の編集ソフトであり、使えない場合は就職は困難であろう。使えない場合は、使えないやつとして書類選考で落とされること間違いなしである。一つ目のブレンダーは、3D モデルを制作するソフトである。作ったモデルにモーションをつけて撮影できる動画編集ソフトでもある。以前は簡易的なゲームも制作できるゲームエンジン機能も搭載されていたそうだ。ライドレックスは普段このブレンダーを使用して、このチャンネルに登場する 3D モデルを制作している。誰もが無料で使えるオープンソースソフトだから、絶対おすすめである。3D 業界では、マヤというソフトが主流で使われているが、マヤは年間使用料が30万円程度かかる。毎年30万円以上の利益を 3D 制作で得られる人でなければ赤字になるから、初心者は無料のブレンダーから入る人が多いのである。現在はマヤからブレンダーに乗り換える会社も出てきているようだ。特にアニメスタジオは口パクアニメーションをたくさん作らなければならないため、ブレンダーの機能として備わっている、音声に合わせて自動で口パクさせる機能は重宝していることだろう。ブレンダーは誰もが自由にプラグインを開発して発表できるため、便利な追加機能を個人開発者の皆さんが提供し続けてくれている。そこが魅力である。ゲームやアニメを作っている現場で、必要な機能が足りなかったら、プログラマーに頼んでブレンダー用の追加プラグインを作ってもらえばよいのである。オープンソースだからできるゲートである。次に2つ目のアンリアルエンジンである。これはゲームソフトを制作したり、CG 映画を作るための編集ソフトである。近年の有名ゲームソフトや映画の多くは、このアンリアルエンジンで制作されている。ファイナルファンタジーのようなリアル調の映像が得意なソフトである。アセットの多くがリアル調の素材で占められているからである。素材を自分でモデリングするなら、リアルではないデフォルメ調でも何でも作れるため、画風に制限はない。このソフトの代替として、以前は Unity というソフトが主流だったのだが、Unity の運営会社が経営収益が下がったことを理由に、クリエイターに対するソフト利用料金の値上げを行おうとしたため、
多くのクリエイターが離れてアンリアルエンジンへと移動してしまったのだ。現在は苦情を受けて元の利用料金に近い料金体系へ戻っている。ユニティは 2D ゲームを作ったり、スマホ用ゲームを作るのに向いているが、3D ゲームも作ることは可能である。原神という中国製のゲームソフトがこのユニティで制作されている。ユニティはアンリアルエンジンに劣勢に見えるが、現在でもユニティはゲーム業界で広く使用されている開発ソフトだろうから使えた方が良い。V ロイドをカスタマイズしたり、ミクミクダンス映像を作る人たちには、ユニティも必須のソフトである。ゲーム業界に就職したい人はアンリアルエンジンとユニティは必ず覚えて履歴書に記載しましょう。アンリアルエンジン、ユニティ、どちらも無料のソフトである。このような超絶高性能ソフトを無料で使用できることに感謝する必要があろう。諸君がどんなに優秀なプログラマーだとしても、これらの開発系ソフトを個人で開発して無料で公開することなどほぼ不可能だろうからな。いや、俺ならできるぜというそこのあなたは、ぜひ、誰もが簡単に利用できる新しいゲームエンジンを開発して無料で公開してくれたまえ。それを毎年、バージョンアップして管理してくれたら、神と崇められるであろう。それを無料で死ぬまで続けられるだろうか。ぜひ、挑戦してみてほしい。最後の3つ目として音楽制作ソフトのスタジオワンを紹介する。これはパソコン上で様々な楽器の音色を編集して組み合わせて、一つの楽曲を完成させるレコーディング編集ソフトである。生楽器の音源を取り込んでもよいし、デジタルの素材音源を組み合わせてもよい。現在、ありとあらゆるジャンルの音楽が、この手の DAW と呼ばれる編集ソフトで作られて世に出ている。工場でプレスされる CD もそうだし、ネットから流れてくる音楽とか、ボカロ曲とか、劇版と呼ばれる映画やアニメに使われる曲、ゲームの BGM、ありとあらゆる音を編集するソフトである。この DAW と呼ばれる音楽編集ソフトは、多数の種類が出回っているが、ライドレックスは、初音ミク、V4X を購入した際に付属していた、スタジオワンアーティストというものを使用している。日本で最も売れている DAW ソフトは、キューベースというものだが、ソフトが重くて作業中によく落ちるらしい。スタジオワンはこのキューベースの開発者が独立して新しく作った DAW ソフトで、動作が軽いことで人気を得ている。また、日本のボカロ系プラグインに正式対応している、少ない DAW ソフトの中の一つである。DAW ソフトを選ぶ際は、自分が使いたいプラグインに対応しているかどうかで選ぶと良いだろう。正式対応していないプラグインでも、規格さえ対応していれば使える場合があるが、設定方法が難解な場合がある。スタジオワンには動画を作る機能も備わっており、ミュージックビデオを制作することもできる。スタジオワンは有料のソフトである。無料の代替ソフトを探している場合は、Linux マルチメディアスタジオというソフトあたりが有名どころである。今回紹介した各種ソフトは、説明欄にリンクを貼っておくので、欲しい人は各公式サイトからダウンロードしたらよい。以上でソフトの紹介を終えよう。YouTube を見ていると、クリップスタジオとか、IBIS Paint のような、幼稚園児でも使えるお絵かきソフトの使い方講座を、やたら多く見かけるのだが、そのようなお絵かきソフトを使えますと履歴書に記載しても、審査の対象にすらならないだろう。使えて当たり前だからである。それは幼稚園児が、俺はクレヨンを使えるんだぜ、と威張るようなものであり、そのように威張るやつほど使えていないのである。最近流行りの生成 AI にも同じことが言える。誰もが使えるワンクリック生成で、同じ画風の同じ美少女絵を大量に出力しても意味がないのである。生成する際に選べる基本モデルや画風はいろいろあるにもかかわらず、生成 AI 利用者が選ぶモデルや画風が皆一緒だから、ネット上は同じ生成 AI の画像であふれかえるのである。クリエイターになりたければ、他人と同じことをやってもダメである。常に他人と違うことをしなければいけない。少なくとも、すでに存在する他人の作品と被ってはダメなのである。そんなものを発表しても売れることはない。二番煎じだと嘲笑されるだけである。にもかかわらず、生成 AI の同じ絵柄が大量に出力され続けている。
人類はどこまでアホを増殖させようとしているのだろうか。このままでは地球はアホしかいない星だと宇宙人に認識されてしまうだろうな。そうなったらおそらく文明リセットボタンが押されるだろう。巻き添えを食らうのは真面目に創作や発明を行ってきたクリエイターたちであろう。しかも生成 AI の使い方を教えますなどという情報商材屋やセミナーが現れた。アホの上にアホがいるのである。 AI の使い方なんかそれこそ AI に聞いたらいい。 AI に聞けば無料でいくらでも生成 AI の使い方を教えてくれるのだ。詐欺のような情報商材やセミナーに数十万円などという授業料を払っている場合ではない。独学で何でも学べる時代である。今回紹介したソフトの使用方法も AI に聞けばいくらでも丁寧に教えてくれる。専門学校にわざわざ入学して何百万円も授業料を支払って学ぶ必要はないのだ。学校に入学せずとも本人が実際に毎日作業して学べば数年間で3種の神器を覚えられよう。今回紹介した3つのソフトはプロになるなら使えて当たり前の編集ソフトであり、毎日日常的に使用するソフトである。採用する側の企業は採用してから新入社員に教えたいとは思わないのである。ソフトの操作方法を覚えるのに3年とかかかるからである。入社して3年以内に辞められたら何の役にも立たないすねかじりに給料を支払うことになるだろう。だからどの専門学校でもこれらのソフトを授業で教えるのだ。就職に必須だからである。諸君が仮に就職できなかったとしてもこれらのソフトを使えるようになっていれば個人制作でインディーズゲームやアニメを作ることができるはずだ。そして個人制作した作品を売って稼ぐことができる。クリップスタジオで静止画ばかり作っていないでたまには 3D モデル制作やアニメーション制作など隣接する他のジャンルにも興味を持って挑戦してみるのはいかがだろうか。クリップスタジオだけ練習したところで就職できることはないだろう。それは一つの科目だけを練習するようなもので、義務教育に例えるなら国語、数学、理科、社会、体育、道徳すべて0点で美術の中の水彩画だけ練習しているようなものである。仮にそれで100点満点を得たところで就職できることはないし、フリーランスになって企業相手に仕事を取ってこれることもないだろう。現実は厳しいものである。国語が0点で日本語も理解できず、他人と会話もできないコミュ障人間なんかと一緒に仕事はできない。会話が成立しないからである。それに納品すべき作品についてはプロは100点で当たり前だからである。100点の絵を納品したところでクライアントは褒めてなんかくれない。もっと100点を連続で納品しろと言われるだけである。楽して金儲けは存在せず、他人ができないめんどくさいことを代わりにやってあげるからこそお金が発生するのである。誰でも出力できるような AI へに誰が金を払うだろうか。クリエイターを目指す人たちはよく考えて立ち回るがよい。何も考えていない人が多すぎると感じる。今回の動画は以上である。また次回の動画でお会いしましょう。